カイリム AE では様々な効果を持つ装備や魔法がいくつも追加されましたが、その中でも特に異彩を放っているのが資料術師のローブ精鋭です。これは召喚呪文の持続時間を 20% 延長して、さらに熟練者レベルまでの資料術の召喚上限を1体増やすという効果を持ってます。しかもこの付呪は解除して別の鎧につけることが可能です。ただし付呪スキルを上げても強化されるのは召喚時間延長のみで、召喚上限の増加は常に1体のみです。しかし召喚時間延長を強化できるということは、超錬金を使えば召喚呪文の持続時間を実質無限にできるということです。召喚の持続時間を無限にすると色々と面白いことができるようになるので、この動画では実際に何ができるのかを紹介していきます。まずは資料術師のローブ精鋭の入手方法を説明しておきます。このローブは店で売られることがないので敵の資料術師から剥ぎ取る必要があります。レベル32以上になれば資料術師系ダンジョンのボスが装備するようになります。ショールストーン西のボルダーフォール洞窟なら入ってすぐにボスがいるので入手するならここがおすすめです。入る前にセーブして、ボスを倒して装備を確認して、目当てのローブを着てなかったらロードして洞窟に入る前からやり直せば、そのうち資料術師のローブ精鋭が手に入ります。あとはこれを解除して、超錬金で付呪スキルを強化してから別の鎧に付呪すれば、召喚呪文の持続時間を永続化する装備が作れます。それではここからはこの装備の活用法を紹介します。一つ目はしもべの召喚時間の無限化です。これが最も基本的な使い方ですね。これを使えば全てのしもべをジュートのように使えるようになります。ただ基本的に召喚されたしもべは自動回復しないので、使い続けていればダメージが蓄積していずれ死んでしまいます。ただしレベル46以上でフィニスから買える骨の巨像召喚は、周囲の味方スケルトンを自動回復させる効果があるのでスケルトンのしもべであれば回復の必要がなくなります。さらにスケルトンの召喚上限を2体増やす効果もあるので、2つの魂、治療術強化と合わせて5体のスケルトンを召喚できます。さらに攻守の間で作れるラスモンも合わせれば最大で6体のスケルトンを永続的に刺激できるようになります。このようにしもべの召喚時間を無限にするならスケルトンにするのが特に有効です。2つ目は動物の獣人化です。通常の召喚呪文は効果終了後灰になって二度と蘇生できなくなります。ところが吸血鬼のパワーである吸血鬼のしもべなら、効果が切れても灰にならないので何度でも再利用可能です。1日1回しか使えませんし効果時間も短いので普通ならあまり使い道はありませんが、資料術強化で持続時間を無限化すれば、疑似的な死の獣人として活用できるようになります。有効レベルは最大でも30と死の獣人より低いのですが、こちらは動物にも有効という利点があります。これを使えばとっても可愛い動物さんパーティーを作ることが可能です。特に鎧のフロストトロールなら自動回復するし戦力としても悪くないので、複数獣と化して連れ歩いてみてはいかがでしょうか。3つ目はアンデッド帰還の強化です。アンデッド帰還とはレベル23以上でフィニスから買える精鋭魔法で、レベル15までの蘇生や召喚されたアンデッドを即死させる効果です。使用可能な状況が限定的すぎてほとんど使い道がなさそうに見えますが、対象レベル以下であれば召喚されてないアンデッドでも逃走させることができます。聖職者、血虫の兜、ボーンウルフの復讐、二連の唱えで強化すれば、最大でレベル64までのアンデッドを逃走させることができます。それ以上のレベルであってもダメージとよろめきは有効なので、アンデッドであれば一切行動させずに倒すことが可能です。さらにこのダメージは資料術強化で持続時間を伸ばすことができます。つまり召喚呪文の持続時間を無限化すれば、一度当てるだけで死ぬまでダメージを与え続ける魔法へと変化します。しかもこのダメージは重複するので、繰り返し当てればカースターグですがあっという間に倒すことができます。対アンデッドへの攻撃手段としてかなり強力なので試してみてください。ちなみにデイドラ機関やデイドラ総監でも同じことが可能です。デイドラと戦う機会はあまり多くありませんが、一部の状況では強力な攻撃手段になるので覚えておくと役に立つかもしれません。4つ目は付呪武器の強化です。アイアンバインド墓地では火炎の魂という付呪がされた両手斧が手に入ります。召喚呪文の持続時間を無限にした状態でこの武器で殴ると、炎上の持続時間も無限化されて死ぬまでダメージを与え続ける武器と化します。ただし重複しないのでダメージソースとしてはあまり有効ではありません。これをダメージソースとして使いたいなら一度解除して、炎ダメージなどの継続ダメージを与えるものと同時に付呪します。
この際武器の色をよく見て付属のカテゴリーが召喚になるよう調整する必要があります。出来上がった武器で召喚呪文の持続時間を無限化した状態で殴ると、追加で付属した炎ダメージの持続時間も無限化します。しかもこちらのダメージは重複するので、殴れば殴るほどどんどん継続ダメージが蓄積していきます。かなり強力な攻撃手段ではあるのですが、あまり有効な使い方とは言えません。大ダメージを与えたいだけなら超錬金で強力な付属武器を作ればいいだけだからです。なので私がおすすめする活用法は、マジカ吸収と同時に付属することです。ダメージが目的ではないので、コンバクやバニッシュとマジカ吸収を同時に付属して、召喚呪文の持続時間を無限化した状態で装備すれば、永遠にマジカを吸収し続ける武器として活用できます。これで切りつければ吸収量以下のマジカであれば魔法が使い放題になります。それ以上に重要なのは相手の魔法を完全に封じられることです。ブラッドチル邸でジュートにできるウェーターはスカイリムでのトップクラスの片手武器適性を持っているのですが、魔法を優先して使うのでマジカが切れるまでは武器による攻撃をしてくれません。ところがマジカを永遠に吸収し続ければ、一度マジカが切れたらその後は武器による攻撃だけをしてくれるようになります。しかもウェーターは片手武器を持たせると戦闘終了後に硬直することがたまにあるのですが、おそらくこの方法を使えば硬直が起こることはなくなります。さらにフォースウォーンの剣などの二刀流可能な武器を持たせれば、防御などの余計な行動を取らなくなってより強力なアタッカーとして運用できます。吸血鬼は日中でなければ自動回復するのでもともとジュートとして使いやすかったのですが、安定して片手武器を使わせられればアタッカーとしても最高クラスの性能になります。ファストトラベルなどの大きめのロードを挟むと吸収効果は切れてしまいますが、その際は再び殴ればいいだけです。ちなみにこれを使えばゼイザルゴの魔法も防げるのではないかと思ったのですが、雷撃を構えたままになるだけで武器に切り替えてはくれませんでした。以前紹介した毒を使う方法と違い、治療術強化ではゼイザルゴは耐性できないので気をつけてください。というわけで召喚呪文の持続時間を無限にすると起こせることの紹介でした。単にしもべの召喚時間を伸ばすだけの効果だと思われがちですが、実際には召喚呪文全般の持続時間を伸ばして色々なことが起こせるので、ぜひあなたも治療術師のローブを強化して遊んでみてください。私のチャンネルではこの他にもスカイリムについて役立つ情報を発信しているので、興味があれば他の動画も見てみてください。その際はぜひ、フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。